チェンバーボーン。水圧で止まってしまう湧き水を小型組み上げポンプで組み上げ周囲を土砂で埋め巨大なビーバー倉庫を作った我らがビーバー。途中うっかり設定ミスで花火大会しちゃったけど今回も頑張って街づくりを進めていくぞー。でただいま寒気明け初日でございます。ビーバー湖の水が次の災害までに満水になるかが気になるところだぜ。コメント欄でビーバー湖じゃなくてビーバー倉庫だろってツッコミいただきました。細かい。さてまずは換気中にやろうと思って忘れてた、前に汚水ダダ漏れさせちゃった水門の回収しましょ。現在下水掘ったのに繋げてないアホの子しよう。で貯水バルブで汚水だけ分離にしようかと設計しててふと思う。小型組み上げポンプで綺麗な水だけ流せば、湧き水の水圧も関係なく普通の水源として使えるじゃんと。動力は空がかなり強いやつ。中身は、こんな感じになりそうろー。汚水期の時だけ貯水バルブが開いて汚水を下水に流し、普段は小型組み上げポンプで水供給するシステム。さあ物ども仕事にかかれー。新たな取り組みで我らの街をさらに豊かにするのだー。ビーバー、ずらー。昔掘り間違えた下水の埋め直し。直す気はあるけど忘れてしまう。これが悲しきビーバー脳の差が。7匹捕まえたよ、やったね。ちょっと複雑な工事依頼するとすぐこれだ。今日は24時間労働だ。救助終わるまで家帰らせんぞ。なんとか当日中に救助完了。飯を食うくらいの時間はあるかな？ビーバー倉庫の貯水スピードを上げるため、放水用のバルブを閉めよっと。火口を潤すのも大事だがここの満水も見てみたい。だがその結果がこれである。水だばー。見てないでさっさとなんとかしろ。てなわけでサクッと穴開いてたところにエアロックと。埋めりゃいいのに左右対称にしたい謎のこだわり。意味はないけど、汚水器の貯水庫の水源周りの汚染のシミが嫌なので汚染防壁追加。ほんとどうでもいいとこにこだわる匠。お前、ヒッマそうやなあ。漏れた汚水の除去作業をしていてくれた功労者、作業が終わりレイオフ。ああ、立体農場のジップラインの存在忘れてた。農家さんは日々非常階段で通勤、ふくらはぎがパンパンになっております。景観を損ねない程度に移動の効率アップをしたいね。でも最短距離と角度でラインをつなげてもこのありさま。発展途上国の電線再び。さすがに駅を作りすぎたか、一旦ぶっ壊して新しい構想を考えるぞー。使わんフロア一駅ってのが多すぎたな。そんなわけで2フロアで一駅に改修工事することにしました。複雑になりすぎてもはや説明できないけど地上部分もこれを機に整理。水道橋下とかも通ってるぜ。こんな感じになりそうろー。以前よりかはだいぶスッキリした見た目になったな。奥側から降りたり天井切りラインなど地味に工夫を重ねております。そしてジップラインに夢中になっててふと気づく、メープルシロップの在庫がないじゃんと。まあメープルに植え替え増産したのに、伐採指定を解除し忘れただけである。これはしたり。ビーバーの幸福度チェック、相変わらず遊ぶ時間が足りてねえな。ああそういえば実験ブランチで追加された北条の広間まだ作ってなかった。てなわけで北条の広間を使ってここら辺の再開発を進めるぞー。板700に加工板300に鉄500、地味にコストが重い建物。北条の広間を置いただけだと味気ないので連結させてロッチも増しまーし。空き家があらば増えるビーバー、またこの世界が重くなっちまうぜ。はい再開発なんでどいてください。叩き起こされる療養中のビーバー。よそで療養生。お大臣に。広間の中央に何か追加しようと思ったけど、だせー。何かと応用できそうだけど思いつかなかったビーバー脳であった。気分が乗ったので追加のロッチやその他もろもろも作りましょ。こりゃ今回の再開発でビーバー100匹くらい増えそうだ。こんな感じでおなしゃーす。北条の広間の周囲を埋めるべく、建設ラッシュが始動だぜ。ついでだし道の前もぎゅうぎゅうに詰め込みましょ。普段使わないカバの木タンポポで華やかに。カバの木並木かな？さあ大量の資材を持って北条の広間を完成させるのだー。ビーバー、ずらー。前から気にはしてたんだけどここの水路一マスしかなくて蒸発しやすいから、水路幅を広げる工事をします。初期にローコストで行った工事の修正を、めんどくさいという理由でずっと棚上げしてた匠の図。夕方になっても途切れぬビーバーの行列。夕日に向かって、ビーバーずらー。ダブル北条の広間はさすがに即日完成とはいかないね。まあそのうちできるだろ。で水路拡張工事の方も進んで、ついでに池の周りの整備したいんだけど自動化関連施設が、いろんなところと連動してるからこれらを撤去移設するとなるとかなり大変な作業になりそう。めんどいけどやらざるを得ないかな。
そして自動化で思い出す、花火のタイマー実験のために作ってそのまま忘れてた施設のことを。結局実験してません。まあ今は自動化施設の移設を優先ってことで、意味なく動かしてる天文台もこっちに移設しましょ。こんな感じでおなしゃーす。後々リレーやメモリーを追加しやすいように、2階建てで設計された。下水へと繋がる穴、はっぱー。これで次を水期が来てもここの水源は安全だぜ。お前、ひっまそうやなー。並木道の植林の終わった森晩餐を無慈悲に解雇。隙間があったのでサウナを追加。細かい修正入りまーす。北条の広間が、完成したぞー。ただいま朝の通勤ラッシュ、再構築されたジップライン網も使ってくれてるしいい感じに機能してそうだな。近くで見るとこんな感じ。特に工夫して設置したわけじゃなくてもかっこいい。これはいい建物だ。しかもこれ幸福度8も上がる模様。50くらいだった幸福度が一気に60までアップ。絵的に地味なのでほぼ全カットされている自動化設定の移行中。リレー設定で換気は水気は、何かと便利なのでおすすめだぜ。さて全ての水源の設定を変更するか。超絶地道なきつい作業、全ての水源の設定を変更、多分どっかでミスるやつ。で自動化つながりで前回生成物が足りなくなったのを思い出し、自動化用にリレー配信を追加。だがこの後作ったの忘れるので意味はない。ほえ？貯水庫自動化、チェック用紙。ここはミスると滅ぶやつ。小型自動ポンプ、温暖な気候のみ稼働にすれば、使わないとき動力節約できていいね。まあ動力あり余ってるけどな。めんどかったけど自動化関連の移設が終わったどこれで水路幅の最適化が完了だぜ。災害警告用のスピーカーも今までお疲れ様でした。自動化移設してる時に思ったんだけど、この水道橋から流してるため池、湧き水の池と繋いだら水の管理さらに改善できそうじゃない？水道橋の水が循環するな。てなわけで水道橋から流れた水を溜めて、河口の水位が下がったら自動で注水するシステムにします。新システム導入にあたり、松ヤニ用の松とかもあるけどがっつり削って貯水量アップの工事も追加。しれっと運搬員の小屋の前も整地予定出しとる。そこは緑化範囲とか広がるだろうし松かメープル植えるつもりだよ。さいですか。さあビーバーたちを待たせたな。楽しいお仕事の時間だー。ビーバー、ずらー。さてビーバーたちが建設してる間に花火自動化のテストをしちゃいましょ。やりたいのは前回ミスった災害明けの初日の夜のみの花火の連続打ち上げ。ああでもダメだしこうでもダメだし、クロノメーターとメモリーも追加で必要かな？などとくるみサイズのビーバー脳が集中している間に、ひっそりとビーバーが生き埋めにされそうになっていた。こらこら普通に事件だよ。翌日上からさらに土をぶっかけて、なんとか無事救助されました。工事現場は目を離すとすぐこれだから、色々と同時作業するときはほんと気をつけないとだぜ。水路の注水部分の掘り下げハッパー。で貯水バルブで自動注水する設定と、自動ポンプで水位関係なく湧き出るので上は越水してもいいように水門で設計。追加工事オーナシャース。ただの汚水を下水に流すだけの予定の工事がなんだかんだで大規模になった。そして災害や KY の花火の自動化理論を考え、簡単なものができたのでご紹介。必要なのはタイマーとクロノメーターとリレー配信、あと温暖な気候を判断するためのセンサー。で説明がめんどいので AI に作ってもらいました。おい。センサーが温暖な気候を検知すると花火用タイマーが24時間だけオンになり、クロノメーターで打ち上げる時間を設定。両方がオンになることでリレーがオンになります。あとは花火ランチャーの自動化にそのリレーを設定すれば OK ってことだな。まあわからんかったら一時停止して設定見てね。ほんとお前適当だな。さて花火ランチャーの自動化設定、これが地味にめんどい。コメント欄で設定コピー便利だって教えてくれた人いたぞ。いやー設定のコピーの存在は知ってたけど、花火の高さや種類もコピーしちゃうのがね。そのままコピーしちゃうとずれた位置で同じ種類しか打てないのがネックでね。便利かは使い方によるな。てなわけで面倒な設定のコピペがしやすいように、花火ランチャーを水平に並べようかと考え中。水車との隙間にねじ込めば一応できそうな感じ。これなら簡単に作れそう。でも下から打ち上がる火柱も好きなんだよね。動画投稿者たるもの自ら苦難の道を進まねばならぬ。既存の花火を全部ぶっ壊して高さを水平にして作り直すぞー。超めんどくさい工事だろうと躊躇なく飛び込む。これが日本人の花火に対する謎のこだわり。正確に距離を測って花火の並びを美しく調整。高さが低い場所は足場を追加して水平に調整。私はなぜこんなことを。
この辺りから設計が難しくなり後悔しだすいつものパターン。こんな感じになりそうろー。花火のコピペ設定で楽したいだけだったはずなのになんか逆にめっちゃ苦労してて草。花火の種類もたくさんあるし、今後色々試したいからこれでいいんだよ。なお画面端っこまで延長する予定でございます。こっちは植林地を少し削らないと作業ができんな。てなわけで抜根作業をおなしゃーす。抜根。やべ建設する足場がない。安定の無計画。松屋に植林地の拡張葉っぱだがやや緑地化できてない微妙整地であった。糸かなし。下水接続工事ついでの池の底下げ葉っぱ花火ランチャー設計で MP が空になり、起爆漏れ多数発生中。まあこういうこともあら。花火ランチャー大改修工事で大工さんは大繁盛。ジップラインにビーバー、ずらー。だというのにほんとあんたらって子は、好きあらば仲間だろうと閉じ込める、安全を無視した速度重視施工。こらー、みんな忙しくしてるのにサボるなー。足場がねえから作業できねえってよ。今回は設計面倒で足場適当にゴリ押ししちゃいまして、結果余計な手間がかかってしまった学習できないビーバー脳であった。立体工場のジップラインの見直しついでに上に登れる階段を建設。下の倉庫から取り出して、上からぶん投げ工法すれば作業効率良さそう。植林地部分の工事も始まり、今回はちゃんと足場も考えて設計させていただきました。水道橋に地形ブロックで突出した部分を作り、そこから突出部と橋でクレーン作業できる設計。これなら割とサクッと建設終わるかな？だな。夏草や、つわものどもが、夢の後。毛がビーバー44匹、まあ再開発でビーバーも100匹ほど増えたので影響なし。ビーバー倉庫の下水道の開通だー。微妙に水が溜まってて本当に密閉できてるか怪しい水路。エアロック関連ミスってるかと心配してたけど問題なく下水を隔離してマップ外に排出できそう。排水確認、よーし。貯水もしっかり溜まって綺麗に緑地化できましたー。いやこの部分緑地化できてねえぞ。なんてこった。てなわけで少し拡張よろしく。足場とか作らぬ手抜き設計。いつかできりゃいいんだよ。適当だな。汚水機が来るぞー。今回は汚水機か、自動化設定移設してたからしっかり確認しないとだぞ。なーにこのビーバー歴1000時間超えの私が設定を誤るなどあろうはずがあるまい。いやいっつもやらかしてんだろ。てっへ。なお下降の貯水状態はこんな感じ。綺麗な水を一滴も漏らさず、いい感じに循環できております。初期に作ったずるっぽい注水装置をそろそろ卒業しようかと注水装置を停止。周りに水場があるからそれほど影響出ないかな？さて自動化見直ししたことだし、ちゃんと設定できてるか湧き水周りを視察っと。下水チェック、よーし。ビーバー倉庫は小型自動ポンプも自動停止して下水も流れてる。ここも問題なーし。ちょい複雑な形だったがうまく稼働できたようだな。一安心。しまった、下降の湧き水下水の貯水バルブの開放設定を忘れてた。ああ少し汚水がポンプ側に溜まっちまってるぞ。自動化設定、確認よーし。よーしと指差し確認しているが、実はオフとオンの設定が逆である。水道橋へ水を供給してる小型ポンプの設定を、汚水混じってても流れるように変更。多少汚水混じりになるけど少しくらいなら希釈されるので問題なし。毛がビーバー多すぎ問題に対応するため医療ベッドを大量造成。ここは食料や水も近くにあるから療養するにはうってつけの場所だぜ。花火ランチャーに花火をセットする労力が結構かかりそうだったので、追加でジップラインの駅も少し追加しました。花火を駅前にお取り寄せ。おっとこの部分段差で緑地化できてないね。サクッと削って処理しましょ。細かい修正入りまーす。下水動力のパワーを得て、動力9万いったどー。中途半端な下水工事しかしてないが、それなりに動力出てるな。あ、水生農家さんの作物が汚染で枯れてる。もう何回目だよこの農家さんに迷惑かけるの。逆流防止用に作った貯水バルブ開放するの忘れてました。安定のやらかし汚水の水位が下がったことで汚染の滲みが無事解消されました。すまんな農家さん、申し訳ないけどもう一度植え直してくれ。自動化気象観測所が完成したぞー。天文台の完成が遅れてたがやっと完成。なお下の階層のメモリーは選択しにくいので結局使わず。押しにくい。てなわけでこちらの天文台は解体となります。しかも化学ポイントいらん。余った蒸気エンジンの動力はメリーゴーランドを立てて使うことにしました。手前の空いたスペースには墓地専用の小屋が用意された。
で工事中手前の川の水位が低いなぁと思ったら、川掘った際に地下水路と繋がったことが原因と判明し処置。互いに見つめ合う暇そうなビーバー。これはもう完全に恋が芽生えちまうやつだ。そして定時ダッシュで夜の街へ。今夜も子ビーバーが増えそうだ。平和？あれ？もしかして汚水がっつり漏れ出してる？汚水期になり3日が経過し、やっと異変に気づいたレイム。そう、自動化設定はミスってなかったけどオンオフの設定反対だったいわゆるやっても歌である。設定変更、コピペで修正だ。原因は解明されたがいささか気づきが遅すぎた。ぐぬぬぬぬー、広範囲を緑化するための水道橋が広範囲に汚水をばらまく3時に、メインの貯水湖がピンチ。緊急措置だ、堤防を崩して少しでもマップ外に汚水を流すぞ。貯水湖の近くだからどれだけ効果があるかは不明。さあ、ねえ、水。汚水に飛び込み作業するビーバー、二次災害にならなきゃいいけど。さて昨晩は暇ビーバー多発してたし、水道橋花火計画も実行に移しましょ。既存の花火ランチャーの水平化工事も一段落ついた模様。そうだ水道橋浄化のために、堤防崩して河口の水をポンプで送りましょ。用水用のパイプの中が汚水でびっしり。やったー、汚水のやらかしを葉っぱで挟んだこっちの水道橋の最初のコンセプトは、元の地形を残しつつ緑地化だったのにもう完全に無視してやがる。パイプの浄化を確認中、パイプの浄化を確認中。翌朝。だいぶ薄くなったからもうしばらくしたら綺麗になるかな？除染のため貯水湖に汚水ポンプ建設。なお入り口の向きを間違えたのでこのままでは入れません。ふわ？てか少し工数かかるけど動力余ってるし、自動で汚水だけ汲み出すシステムも導入。自動ポンプは何気に除染用の施設に使っても便利だぜ。しかしこれは久々に痛いやらかしだね。まあやっちまったもんは仕方ねえ。地道に除染するしかねえぜ。斜めにクロスして飛ぶ花火の実験用に花火ランチャー追加。この手の花火も日本の花火大会だとよくあるよな。無職ビーバー増加に伴い、運搬員の拠点を増しまーし。100匹近く増えたビーバーが一気に成人した模様。水道橋の除染が終わり堤防を再構築。病気になるビーバーも出ず無事苦境を乗り越えました。用水用パイプの堤防の修繕もよろ。つかぶっちゃけそれ密閉する意味ねえと思うぞ。そうかも。次回にでも修正せい。あいいよ。除染用の自動ポンプが稼働したぞー。だがすでに貯水湖で希釈されほぼ安全な水になっているけん。まあちょっとだけでも綺麗になるんだからよしってことで。ないよりかはマシな産物。で汚水期最終日、ほぼ汚水の影響を取り除くことができました。緑地化もなんだかんだであとここら辺くらいで終わりそうだ。50サイクルまでにはここも緑地化するぞー。50サイクルで綺麗に最終回にできそうだ。いのー、ちの水。長く感じた汚水期7日間が終了。それでは汚水期明けの祝いの葉っぱ不要な部分を崩落させてビーバー増庫の拡張完了。ご覧ください、このずらりと並んだ美しい花火ランチャー群を。自動化設定も新しくなったし、こりゃ今夜の花火大会が楽しみだぜ。今日は祝いだ、勤務時間も短くしてあげよう。ビーバーたちが遊んでる間も汚水期明けの自動化動作はチェック。汚水期明けの排水待ちタイマーが、6時間だと長いっぽいので2時間に調整してる様子。てかこっちの小型自動ポンプ汚水で詰まっとるやないかーい。除水バルブの自動化設定に汚水排水待ちタイマーを付け忘れたのず。自動化は安定させるまでほんと一苦労だよ。そんな私の隠れた苦労を横目に、ビーバー性を謳歌するビーバー。娯楽施設はあるのに忙しすぎて遊べなかったビーバーたちが、ここぞとばかりにフィーバーしております。北条の広間プラス娯楽の時間を得たことでビーバーたちの幸福度もうなぎ登り。ビーバーたちはかつてない幸福を手に入れた。噴水の保養地も大盛況。まったりくつろぐ愛らしいビーバー。湖の上の町も大にぎわい。怪我で療養中のビーバー、せっかくの休みなのに遊べずかわいそう。まあまた気が向いたら半休にするよ。あまた最高値更新、これが自由を得たビーバー。その結果、幸福度が70まで上昇しましたちらっと見た感じ、キャンプファイヤー尻尾のスタンプメリーゴーランドと沼場をもう少し増やしても良さそうだ。まあ休暇は花火大会までだから適当で。おい。花火フェスティバル。一つミスってるけどクロスしてる花火も成功。タイマー設定も意図した通りに起動して、連続して花火が打ち出された。でもう終わり？全体を通しての感想。微妙？こりゃまだまだ改善の余地ありだね。だな。
では小型自動ポンプを使った湧き水制御と花火の新しい可能性を見出したところで今回はここまで。花火の制御面白そうじゃんと思っていただけたら、チャンネル登録ハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。嬉しいです。噴水周りの再開発もほぼ完了し花火遊びに夢中なレイム。でも最終回予定の50サイクルまでまだ7サイクルもあるぞ。この後一体何を作っていくのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。